ってんの。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビババンババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンありがののはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、みるみ見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにお昼の残りのカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、グレーのグーちゃん、三毛猫のたまちゃん、白黒のクータくん、白茶のゆりさん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、今日も5匹全員見ることができてよかったね。というわけで、風船がどんどんたけしの方に流れてっちゃってるな。ね、風で押されていくのか、都がじゃれたのかわかんないけれども。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、あちらにいらっしゃるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。かわいいな。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース。あ、くて言っちゃうのか。にゃんこたち、ジャスティース。今日は塩入りの白湯。喉乾いてるので、水を飲みたいとこだったんですよ。そういえばさ、これがさ、なんかすっげえ複雑に絡まっちゃって、全然取れなくて、私これ一生脱げないのかしらと思って、ちょっとヒヤッとしたよ。ね、ヒーターつけてから暑いんだよな。今日さ、さっき全部
全部ラーメン、全部麺、全部ヌードルを食べてみたんだよね。そうだ、こんな時こそ全部麺、ラーメン食べてみようと思ってさ、作ってみたんだよね。で、それで汁も全部飲み干しちゃったんで、なんかね、そこに栄養がね、溶け込んじゃってるっていうか、なんだっけ、ごまを入れて、わかめ入れて、ごま入れて、で、卵も落としちゃったっけよね。で、卵半熟だったんで、スープに溶けちゃってるんでさ、なんかスープ飲まないともったいないなと思って全部飲み干しちゃったんだよね。まあ、それのせいもあって、まあ、今日お昼外食したんだけどさ、なんか喉乾いちゃって、喉乾いちゃって、ちょっと今水をガブガブ飲みたい気分だったんだけど、ついついね、癖でというか、お湯がたっぷり残ってるので、なんかお湯もったいないなと思ってさ、いつも通り塩入りの白湯を作ってしまったんだけど、暑いし、喉乾いてるし、これは全然違ったな、みたいな、感じだな。お気に入りさん、ジャスティス。ヨッシーさん、ジャスティス。お気に入りさん、ヨッシーさん、こんばんは。ヨッシーさん、お気に入りさん、こんばんは。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。カニタンさんはなんだか美味しそうなもの飲んでるな。ピョンさん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆さん、こんばんは。ボンスは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。お気に入りさん、全部、全部、完飲、ナイス、かなり美味しさ、かなりの美味しさなんですね。あ、そうだね。まあ、ラーメンと全くもって違いはないっていうかって言ったら、まあそうではないんだけど、まあでも別に普通に美味しく食べれますよっていう感じね。まあやっぱりラーメンは小麦の味がするもんなんだなっていうことが、まあ今回食べてみてよくわかったっていうのと、あと全部麺はパスタは普通にパスタっていう感じなんだけどさ、それの、まあ、ラーメンだからって言って、細くしたような感じなんだよね。だから細くしたんで、まあ、パスタの麺そのままラーメンの汁で食べた方のが、弾力とかがあって、まあ、太麺好きだから私はね、なんか良かったかなと思うんだけど、まあ、細麺のラーメンみたいな感じなんでね、ちょっとなんだ、歯ごたえ的に私的には、なんかちょっと物足りないかなみたいな感じはあったけど、まあ別に味は普通に美味しく食べれたんでね、よかったよっていう感じでございますよ。お気に入りさん、カニタンさん、ピヨンさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、お気に入りさん、こんばんは。ピヨンさん、こんばんは。こんばんは。もう一つおまけに、こんばんは。バイ、青木さよこ。これがわかる人は、福岡のおじさん、おばさんだわね。キニーさん、ピヨンさん、ズバリ、わかりません。ね。それはわかんないな。ローカルなネタなんだな。てんたまさん、わかりませんね。てんたまさんがわからないんじゃ、絶対誰もわからないと思いますよ。ピヨンさん、お気に入りさんは、よそもん決定だわ。全員よそもんで。カニタンさん知ってるよ。さすが四国の人、四国じゃない、九州の人はわかるもんなんだね。そう、さっきなんか、日本の、なんだ、県で、こういう時は、こう、なんか、擬人化して、なんか、こういう風になるんじゃないかみたいなのを組み立ててる動画を、なんか、ながら聞きっていうのかな、ぼーっと聞いてたんだけど、なんか全然わからなすぎて、全然わからなすぎて、そうなんかいっていう感じだったね。なんかみんな、新潟をどういうふうに
なんか捉えていいかわかんないみたいなんだよね。で、新潟とあと、なんだっけな、なんか、佐賀だったっけ、どこだかが、なんかいつも一言しか発しないみたいな。なんでそんなキャラなんだろうみたいな感じだったよな。で、あとなんだったっけな。なんか、光源氏かな。光源氏を現代語で訳してみたみたいので、私知らなかったんだけどさ、なんかもう、えっ、と、クソだなって今言いそうになったんだよね。まあ、クソだなって言っちゃったけどな。なんかね、もうクソだな、みたいな感じの話だったな。そうなんだ、みたいなね。まあ、実話なのかなね、っていう感じだけどね、すごいね、昔からね、人間って別に変わらないんだねっていう感じだよね。お気に入りさん、ウヒヒです。ピノさん、カニタンさん、あった、博多もんね。天玉さん、カニタンさん、さすがね。カニタンさん、ラジオですよね。ミオンさん、FM 福岡の夕方ローカル番組草。お気に入りさん、おー、カニタンさん、さすがね。それはわからんよな。どうしたってわからんよな。そう、なんかね、前に、そういえば、なんだったかわかんないけど、何時から何時、どこどこのなんとかっていう、放送局でなんちゃらかんちゃらみたいなお知らせがあって、で、それをなんか聞いてみようと思ったことがあって、ただそれを聞くには、なんかね、この辺にいないとみたいな感じで、車でその辺走ってラジオが入るかどうか、なんかやってみたことがあったんだけれども、本当にね、ビルの一角っていうのビルの一角、そのビルの周りをぐるぐる回ってないと、なんか聞こえない。そのラジオって何意味あるかな誰か聞いてる人いるのみたいなね。そんな感じだったんだよね。だから、ローカルってそうなのかって思って、これ全然誰も聞けないじゃん。聞いてんの俺だけじゃねみたいな感じだったってさ、何だったんだろうっていう感じだったけど、うーんと、お気に入りさん、博多はキャナルシティに行ったことはございません。ピヨンさん、お気に入りさん、いらっしゃい。てんたまさん、さすがに車を走らせて、周波数を合わせに行くのは、したことないです。そうだろう。やってみたらね、全然本当にその、放送局がある建物の周りしか入らなくて、って思ったんだよね。ピヨンさん、これは関西の大師匠か。お気に入りさん、藤子さんもかなり詳しいですね、ローカルすぎて。そう、だからそれ、なんでそんなことになったのかがさっぱり記憶にないんだけど、なんかね、一回そういうことをしたことがあったんだよね。なんでだったか忘れたけど。もう全然入んなかったから聞けなかったけど。聞けなかったけど、みたいな感じだったな。そうで、まあ、ローカルじゃないけどさ、またなんかキュンパスをさ、来年やるらしいんだよね。で、おおと思って。キュンパス、東日本なんだよね。まあ、全国だったらさ、いろいろとね、行ってみたいところもあるけど、東日本なんで、そうするとさ、一番元が取れるだろうと思われる青森はさ、去年じゃない、今年か。今年行っちゃったからさ、そうすると、まあ違うところに行きたいなと思うと、場所によってはさ、まあ元取れないっていうので、まあ場所によってはっていうところが、実は逆に行ってないっていうのかな。だから近いけれども、まあ近いというか、その青森に比べたらな、近いけれども、普通に鈍行で行こうとすると、一日で往復はちょっと辛いっていうね、ところ、なんか日本海側
新潟のあたりとかさ、新潟なんて本当に行ってこいでね、行ったらすぐ帰ってくるみたいな往復しないと時間的に辛いみたいな感じなんでさ、まあ、だから逆に行ったことないから、行くならこういう機会に行くのがいいかなとは思うんだけど、だから元が取れないかもしれないって思った時によ。で、指定席じゃなくて自由席だったら、乗り放題っていうの、乗り放題っていうか、その席指定が、えっと、1日券だと、2回できる。だから、行きと帰りでできるみたいな感じなんだよね。で、今度は2日連チャン、また青春18切符みたいに、2日連チャン券っていうのがあって、それだと、1万8000円なんで、1日だと1万円だけど、2日だと、まあ、1日9000円みたいな感じになるっていうの。だからまあ、それでね、思い切って行ってみるのもいいかななんて思って、ね、だから新潟と、あとなんだ、長野のあたりの方とか、行ったことね、ないから、福井は違うのか、東日本じゃないのか。ね、だから福井のあたりとか行ったことないから行ってみたいなと思ってたんだけど、東日本じゃないんだろうな、多分な。長野のあたりだったかなと、新潟と、まあ、あとは、山形は行ったことないかな、みたいな感じなんでね。そんなんで、でね、指定席じゃなくて自由席だったらね、まあ、いくらでも乗り放題みたいな。まあ、乗り放題って全部ね、その券を持っていれば、JR 東日本は、ね、乗り放題なんだけど、そんな乗れないじゃんと思ってさ。だからまあ、思い切ってその近場でっていうのかな。一日にいろいろ行けたらいいのかななんてふうに思ったんだけど、まあ、とにかく私、新幹線乗ったことないからさ、その新幹線の自由席って何みたいなさ、新幹線って指定席じゃないのと思ったからさ、新幹線の自由席って何どうやって乗ったらいいのっていうところがね、今ちょっと、頭を悩ませてまだなんだけどね。2週間前から購入できるんだったっけかあれが。1ヶ月前いや、2週間前だったっけかあれ、購入できるのが。で、まあ、時期がバレンタインの時期が、最終だったっけ1月の14日ぐらいから2月の14日いや、違う。2月の14日から3月14日だけど、まあ忘れちゃったけどさ、そのあたりだったじゃん。で、2週間前から買えるから、まだなんだけど、来年になってからなんだけどな。いや、新幹線わかんないんだよなと思って、また泣きそうなんだけど、でもまあ、これはいい機会だからね、ちょっと利用したいなって思ってるんだけどね、みたいなところだよ。どこだっけ。ピヨンさん、昔のラジオ放送って、こちらは〇〇放送です。周波数なんとかヘルツですって言ってたな。そうだね。あれでもそれって AM は言って FM は言わないとかそういうのではないのかな。今は言わない感じなのかな。てたまさん、東日本いいな。そうか、東日本じゃないからね。だから逆に、西日本の方っていうの、そっちの方のが、ほぼ行く機会ないんでさ、なんだ、行ってみたいところいろいろあるっていうかさ、ほら、冬だからね、もう寒いの苦手だからさ、なんで寒い時に寒いとこ行かなきゃいけないんだよっていうのがあるから、できれば、できるだけ寒くないね、そっちの方に行きたいんだけど、こっちはさ、みたいな感じなんだけど、残念ながら東日本なんだよね。お気に入りさん、越前から越後って冬景色が良さそうですよね。越前から越後ってどこどこだピヨンさん、ズワイガニといえば越前。なんかね、越前ガニとかそういえば昨日言ってたっけ
そうで、今日もさ、渋谷に行ったんだけど、ちょっと用事があって、で、電車にまたさ、山手線に乗ったわけよね。なんか今月は渋谷に縁があるみたいでさ。で、山手線に乗った瞬間にさ、なんか電車止まっちゃってさ、と思って。で、目の前の席が座れそうな感じではあったんだけど、老夫婦がやってきたから、あ、ダメだな、座れないなと思って、で、まあ、譲って立つことにしたんだけど、電車止まっちゃって、って思ったんだけど、そしたらなんかね、恵比寿だったかな、恵比寿で、運転手が、運転手が、体調不良で、運転見合わせとか言って、最近はそっか、そんなことまであんのかと思ってさ、ね、人手不足でさ、床屋さんが今日ね、閉店とかさ、ね、お惣菜のコーナーで人手不足で今日はお子はお休みとかさ、だからみんなね、体調不良で休んでて人手不足みたいな、まあそういう感じでしょってふうに思ってたんだけど、電車走ってる途中でね、運転手が体調不良のため、運転見合わせとか言って、これ何、いつね、再開するかわからないパターン、どうなるんだろうっていう感じでね。で、しかも席譲った老夫婦の方のがさ、なんか文句垂れてんだよね。なんであんたら座ってっからいいじゃねえかよと思って。こっちとら立ってていつまで立ってりゃいいのかわかんない状況なんで、なんで君たちが文句言ってんだよ、みたいなね、感じだってね。まあ、山手線なんで、まあ、10分、15分ぐらい止まってたかなっていう感じだけどね。まあ、もう本当だったら渋谷ついてるはずだけど、みたいな時間は止まってたけど、ね、なんか、初だったっていうか、おーと思ってね、運転中に運転手体調不良のため運転見合わせて山手線でな、そんなことあるんだと思って、いやいや、もうね、いよいよそんな時代になったのかと思って、ちょっと驚いたけど、何の話だったっけ。あ、そうで、山手線で、テレビがついてんじゃん。で、座ってるとね、寝ちゃうんであれなんだけど、立ってるとさ、見るもんないっていうの、まあ、走れば景色見てるんだけどさ、その、止まってる間、何も見るもんないんでさ、上のテレビを見てたわけよね。で、そこで、なんか、越前ガニとか出てきたから、なんか昨日越前ガニとか言ってなかったっけっていうのが、なんか出てきたんで、タイムリーだなって思ったんだよねっていう話から、その話になりました。越前ガニ、ブランド級、福井か。じゃあ、東日本じゃないね。ズワイガニといえば越前。お気に入りさん、高校教師で使用された駅は、目の前が日本海でしたね。あ、そうだからね、日本海は私見たことがないわけよね。だから日本海を見るっていうのが、まずは目標なんだよね。お気に入りさん、福井で採れたオスのズワイガニは、越前ガニブランドで高級ですね。そうなんだ。オスのズワイガニが、高級なんだね。そういえばさっき動画は見てないんだけどさ、おすすめに上がってきた動画のサムネで、G とエビは同じ成分だぞっていう。G とエビは同じ成分だぞっていうのがあってね、と思って、なんかもう、エビ食えなくなりそうっていうのを、エビ食べてる時に G を思い出したらもうエビ食えなくなる。そうなのみたいな。なんかね、無駄な知識上げてけみたいなやつの動画のサムネがね、そうなっててさ、そうなのと思って、ちょっとな、まあ、ショックっていうか、まあ、虫の仲間に、海の、なんだ、エビとかそういうやつは、含まれるんだよね。そう考えれば、まあ、そう。
そうなのかもしれないけど、みたいな感じ。日本海でした。で、たまさん、お気に入りさんはバイクでいろんな景色を楽しまれているのでしょうね。すごいね。お気に入りさん、てんたまさん、バイクは見える景色が違いますよ。ああ、まあ、そうかもしれないね。だから逆に私は徒歩の方が合ってるなと思って、バイクだとね、よく見たくてもさ、過ぎ去ってしまうっていうの。歩いてればね、よそ見しながら歩いてても、まあ別に平気。迷惑だけどな。人がいないとこだったら別によそ見して歩いてても平気だからみたいなとこだったな。たまさん、次は駅弁変えるといいですね。まあ、前回も駅弁は変えた、駅弁じゃなかったのかな、あれ。駅弁だと私は思ってたけど、あれ駅弁じゃないのかな。駅弁はまあ変えたけどね、あったかくならなかったんだよね。せっかく高いけど、もうあったかいくなるやつね、買ってみたい、食べてみたいと思ったからさ、高いけどと思いながら買ったのに、あったかくならなかったんだよね。テータマさん、かっこいいなねえ。吉井さん、キュンパス見ました。1月中旬、1月中旬か。1月中旬から2月中旬までの1ヶ月間です。そうそうそう。チャンスがあれば利用したい。去年、青森の、七戸、十和田、まで片道1万6000円ぐらいと、高かったです。そう、その動画をさ、見たとき、さっきキュンパスまた来年もやるってよっていう動画見たときに、一番遠いその私がいた青森は、往復で3万円かかるところ、1万円で行けるからかなりお得ですよって言ってたからさ、あ、そっか、往復だと3万円だったんだと思ってな。だからまあ、また青森行ってもいいんだけどさ。寒いじゃん、みたいな感じでね。北海道さん、藤子の初体験。てんたまさん、あ、北海道さんだね、生きてたんだね。てんたまさん、お久しぶりです。お気に入りさん、福井越前。福井が越前なのか。新潟越後。あ、そうなんだ。逆かなって勝手に思ってた。方向的に。こうなんだ。越前から新潟越後あたりって風情を感じます。ああ、そうなんだね。天玉さんも、ぜひかな。そうそう。だからその辺の景色って見たことないわけよ。だからまあ福井はどうも東日本じゃないっぽくって行けないみたいなんだけどね。新潟あたりとか行ったことないっていうか、まあバスツアーで行ってこいで行ったことはあるけど、みたいな感じなんだよね。だからバスツアーに行った時に新潟から日本海見れるかなと思ったんだけど、見れなかった。海は見れないところだったなっていう感じだったんだよね。ピヨンさん、北海道ちゃんだ。お気に入りさん、北海道さん、こんばんは。北海道さん、どうもどうも。けんたまさん、運転手が体調不良で緊急停止とは珍しいでしょ。そうなんで、と思って。体調不良で、ああ、もうみんなワクチン打ってっかんね、と思って。お気に入りさん、山手線15分も止めたらおいくら万円でしょうね。ねえ、そうだよね。だからまあ山手線だし、まあ運転手だから誰かしら交代の人がいれば、またすぐに走り出すんかななんてふうに思ってたんだけど、なんか、池袋駅までの折り返し輸送を開始しましたとか、なんか乗客を全員降ろしてみたいなこと言ってから、と思って、だから走り出さないのかなと思って、と思って。ちょっと早めに出たけど、そんなんじゃ全然ね、たどり着けねえなと思って、とかってなってたんだよね。まあ15分ぐらいでね、走り出したんで、よかったよと思って、そうだからね、もうほんと電車って当たり前のようにさ、普通にちゃんと走るもんだと思ってるけど、
やっぱりね、風邪とかと同じでさ、こういうことが起きるとな、なんか普段何事もなくちゃんと走ってくれてることがさ、まあ、ありがたいことなんだなっていうことをさ、今日はまあちょっとしみじみと感じましたよね。お気に入りさん、山手さん、読んだ。カニタさん、珍しい方がいらしたわ。あ、北海道さん。ね。ティオンさん、北海道とかけまして、義理人情が苦手と解きます。その心は、北海道とかけまして、義理人情が苦手と解きます。その心は、何だろう。お気に入りさん、ピヨンさん、ズバリ、わかりません。何回だな。てんたまさん、エビチリ食べてる時に思い出しそうな話ですね。あ、エビと G が同じ。同じ成分ってな。そうなのって感じよね。カニタスで北海道さん、北海道とかけまして、義理人情が苦手と解きます。その心はどちらも、寒いでしょう。そうなのか。ピョンさん、ジンギスカン、ねずっちです。バイ、ナイツ、花輪。花輪なのか、結局。ねずっちじゃなくて、花輪なんだな。カニタンさん、うまい。おきにさん、ピョンさん、なるほど。北海道さん、参りました。いいよな、謎解きって楽しいよな。難しいけど、自分がやると難しいけど、聞いてる分には楽しいよな。で、今日はコーンスープが突然飲みたくて、そういえばさ、コーンスープ作ったんだよね。で、コーンスープ作って、まあ、お昼外食するつもりだったんだけど、ただ朝今日ね、卵がなかったんでさ、米粉のパンケーキを作んなかったわけよね。だから朝がっつり食べなかったんで、なんかお腹が空いててさ、なんか飲みたいな。コーンスープが飲みたいな。コーンスープと思って、あ、今そういえばうちに玉ねぎはあるからなと思って、で、備蓄してたコーンの缶詰もあるから、じゃあコーンスープは作れるんだと思って、で、急遽コーンスープ作ってさ、で、今うちパセリだけはね、元気なわけよね。で、パセリだったらあるぞと思って、で、昨日ほら、ビタミン C が多い食べ物をさ、調べてみたらさ、パセリってビタミン C 多いのよね。ビタミン C 多いんだけど、ただパセリなんてそんな大量に食べるわけじゃないからさ、いくらビタミン C 多くたってさ、そんな取れねえよなって思ってたんだけど、あ、だからもしかして私にビタミン C 取れっていうことでこんなにパセリは旺盛に育ってんのかしらと思ってさ、じゃあと思ってね、これはパセリを食べるしかないと思って、で、お昼出かける前にさ、コーンスープを2杯飲んだんだよね。パセリをたくさんかけてさ、まあ、たくさんってほどではないけどね、まあ、普通にかけて、飲んでて。で、あと1杯分ぐらい残ってたんだよね。で、帰ってきてから、夕飯にその残りのコーンスープを飲もうと思って温めて、でね、洗濯物を取り込んだりとかして、で、ベランダに入っていくからさ、ベランダにパセリを取りに行って、で、ぐーちゃんがさ、私にくっついてたわけよね。くっついてたけどさ、まあ一応、その窓を閉めるときに、猫いないかなっていうのをさ、確認してから閉めたつもりだったんだけど、まあ暗いからね、見えなかったみたいでさ、どうもぐーちゃん、ベランダに出てたらしいんだよね。で、その時、たまちゃんも泣いてるし、で、ぐーちゃんもなんか泣いてるし、だからあれか自分たちのご飯がないくせに何自分だけね、食べようとしてんのっていう感じでさ、にゃんこたち泣いてるんだと思ってたんだよね。で、まあ、たまちゃんここで泣いてるなってことは分かったんだけど、こっち来てみたらさ、ぐーちゃんの姿がないんで、あれ、ぐーちゃんどこで泣いてんだと思って。
あれもしかしてと思ってさ、ベランダ見てみたらさ、ぐーちゃんいて、ぐーちゃんいたと思ってさ、なんで確認したのにと思って、ね、ぐーちゃんほら、グレーだから、で、ベランダほら、グレーだからさ、普段もう、だからこの辺、うちもさ、床がグレーなんでさ、ぐーちゃん同化しちゃってて、ないが、まあよくあるんだけど、で、それに加えて、ね、もう夜でベランダ暗かったから、全然見えてなくて、ぐーちゃんのこと。そりゃ、ぐーちゃんちょっと焦ったよね、と思って。今日はぐーちゃん災難だったね、って思ってさ。そう、だから出かけにぐーちゃんまたさ、えっと、なんだっけ、引きこもりじゃなくて、なんで引きこもり出てきちゃったんだけど、引きこもりじゃなくて、痙攣の発作が起きちゃってさ、やばい、どうしようとかって思ったんだけど、意外と今日はなんか割と軽かったみたいで、EM 取ってるおかげなのかなんだかわかんないけど、意外とケロッとしててさ、その発作起きた後、いつもだったらしばらくね、なんか正気ではないっていうか、ちょっと様子がおかしいのが続いて、でね、正気に戻ってくる、だんだん正気に戻ってくるよって感じなんだけど、今日は意外と発作起きた後もケロッとしてて、なんかご飯食べてて、ご飯食べてるよってさ、余裕だなぁなんていうふうに思って。で、顔見たらね、やっぱり発作起きてる時はもう瞳孔開いちゃってさ、なんかね、顔も違う感じなんだけど、もうご飯食べてると全然普通の顔してたから、あれと思って。なんだ、今日はね、大丈夫だったのよかったよと思って、で、まあ、安心してちょっと出かけたらね、まあ、山手線でね、止まっちゃうみたいなことがあったんで、なんだろう、今日は出かけんなっていうことだったのかななんて思いつつな。で、帰ってきたら今度はぐーちゃんベランダに締め出されてるしさ、ちょっとね、焦っただろうなと思ってね、いや、閉められちゃったどうしようっていう感じで、多分焦ったんじゃないのかなと思うんだけどね、いや、もう本当ごめん、心細い思いしたような、ね、感じだったかな。なんかよくね、だからもう、押し入れとかもさ、ペットシーツが入ってるから、それ出す時にさ、開けるんだけど、その時にいつの間にかスッと猫入っちゃうんだよね。で、一瞬だったからさ、猫入ってないだろうと思って閉めたらさ、やっぱりいつの間にか入ってて、で、なんか鳴き声が聞こえんだけど、どこで鳴いてんだかわかんないけど、姿は見えないからさ、もしかしてと思って開けるとさ、やっぱりいてさ、もうなんでいちいち入るんだいっていうのでな。まあ猫あるあるなんだと思うけどさ。お気に入りさん、コーンスープの缶は最後にコーンが残って残念です。ね、缶のね、スープとか、あと、お汁粉もそうだよね。お汁粉も粒がなんかちょっと残っちゃってると思って。そういえば、あれね、天城府を、豆に送ってくれてありがとう、豆だけに。豆だけに、豆に送ってくれてありがとうございます。今日は天城府が3つも届いたよ。出かけにさ、玄関出たらさ、2つ置いてあるわけよね。なんだと思って。なんだと思って。で、帰ってきたら今度は段ボールが置かれててさ、合計3個今日届いてさ、なんだと思って見たら豆が入ってたよね。で、そうだ、豆じゃと思って、明日早速煮ようかなと思ってね、今、黒豆を水につけております。北海道さん、食は大切だと思います。はい、食は大切だと思います。てんたまさん、ぐーちゃん、危機一髪そうなんだよね。もうほんとちゃんとくっついてきてんだよなと思ってさ。だから、ね、そんな発作が起きた後にね、もうすぐどっか行っちゃうのはちょっと心細かったかしらって思ったけどな。まあ、意外と平気そうだったんで、今日は良かったなと思って。キニーさん、ぐーちゃん、一人ベランピング、そう。そうなんだよ。だからずっとさ、昼間は開けてんだけども、開けてんだけど寒いからね。
寒いからもうそろそろちょっと閉めようかなって思うとさ、ぐーちゃん日向ぼっこしてんだよね。だよ。もう日向ぼっこしてんのかよと思って。もうしょうがないから、しょうがないからもうね、また開けとくみたいなことがよくあるんだけど、だから開けるとすぐぐーちゃんね、出ちゃうんだよね。で、さ、天城府が3つもそう、3つも、豆に、1袋に1つずつ豆が入っててな。で、最後の段ボールが、玄米だったんで、よかったよと思って、一応ほら、なんだっけ、ラディッシュ坊やで今週ね、まだ玄米なくなってはないんだけど、ただ年末になると、なんか便数が減るかなんかで、その辺でね、玄米切れそうな気がしたからさ、一応今週、玄米頼んどいたわけよね。で、まあ、来年になってから追加を頼むか、それとも今年中に頼むか、どうしようかななんて思ってるタイミングで、玄米も届いて、ね、備蓄用の玄米、これでローリングストックできるから、ちょうどいいわけだね。だからなんだ、餅は届くわ、玄米は届くわ。まあね、備蓄が進んで幸せな感じでございます。キニさん、それは何よりです。そうそうそうね、ありがたいよ。テンターさん、一流配信者ですね。もうね、これで生活できてるもんね。生活できてるって言っていいのかわかんないけどな。明日の給湯器の料金はね、親に払ってもらうしな。牛さん、マイフバブル来たね。もう、嬉しい。そうだから、米粉がさ、まだちょこっと残ってるけど、卵がなかったんでね。で、前にきなこ餅を作った時に開けたきなこがまだ残ってて、あ、そうだ。きなここれ使わないとあれだったと思ってね。だからまた米粉のパンケーキじゃなくて、きなこ餅再開しようかな、なんていうふうに思ってたんでさ。で、その米の中に、おまけで餅が入ってたんだよね。だから、餅にしようと思ったら、ちょうど餅まで手に入って、よかったよっていう感じね。お気に入りさん。藤子さんの動画で食の大切さを学んでいるところです。そう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 。あんまり見てはもらえないけど、まあ見た人の役に立てばってね、一応思って動画を上げてる感じでございますよ。テンタマさん、バブル到来、まるまるセンス持って、踊らないと、まるまるセンス、これまるまるセンスっていうの。よしさん、藤子さんの動画は庶民的価格のお店に入る場合が多く参考になります。あ、参考になりますならよかったよ。参考になりませんねって言われるのかと思って、ちょっとびっくりしちゃった。お気に入りさん、よしーさん、ズバリそうなんです。ね、そう、まあ、庶民派のところしか行けないからっていうのがあるんだけど、だから逆にその動画を配信する人っていうのは、普段行けないところに行くのが、なんだろう、義務じゃなくて、なんだっけ、なんかね、そういうのがあるのかなって思う部分もあるし、ね、でもそういう庶民的なところが、探してる人の参考になるのかもしれないし、ね、なんかどっちなんだろうな、みたいなところがあってな、参考になりますって言われたら救われる。ありがとうございます。吉さん。藤子さんが人気 YouTuber になり、リッチになっても行く店は庶民的なんだろうな。うん、そうだと思う。そうだと思う。ね、だからまあ、
リッチなところに行くのではなくて、もしリッチになったとしてよ、まあ、パソコン変えるとかさ、パソコン買い替えるとか、あと編集ソフトをなんか学ぶとか、まあそういうことに使って、別にその動画の行き先が高級になるわけでは多分ないんだと思うんだよね。なんだ、行動パターンが決まってるっていうのかな。そんな感じなんでな。そうで、今日行ったお店、お昼に行ったお店もさ、なんかね、ベトナム料理のお店を予約したつもりだったんだよね。つもりだったんだけど、なんか事前、メールみたいので来たのがさ、なんか違ったんで、違ったんで、あれと思って、あれ、ベトナム料理じゃなかったっけあれと思って、なんかやっちまってるみたいなのでね。でまあね、しょうがない、しょうがないくか、みたいなので。だから、もうさらに庶民的な、別にベトナム料理だって庶民的といえば庶民的だと思うんだけどさ、普通に居酒屋の普通に、ランチ、お昼ご飯でさ、まあいいか、みたいな感じでね、行ってきたんで、まあ一応動画ね、ネタがないのでさ、撮ってきたので、まあ編集してあげようかなと思ってけど、まあ短い動画になりそうだけどさ、さらに庶民的なお店に今日は行ってきましたよっていう感じ。ーっと、お気に入りさん、行きたいけど行けないので、全部の動画をとても楽しく、見させていただいてます。もう本当救われる。そうやって言ってもらえる。ありがたい。よかったよ。ね、今日もライブやってみてよかったよ。かぶったな。かぶった幸せそうだな。かわいいね、かーちゃんね。グータも最近なんか私にくっついてきてなんかもうどうしちゃったのっていう感じをみんなくっついて、あれぐちみたいな。しばらく後ろにいたけど、いつの間にかいなくなってたな。で、あとはなんだね、そう、どっか行くにしてもね、まあちょっと海外にも行ってみたい気はするけど、英語喋れないのがやっぱりね、ハードルが私的には高くてな。一人でなければね、なんか英語喋れる同行者でもいればまだあれなんだけどさ、あれなんだけどさ、っていうね、感じなんでね、まあ行くとしたら日本だしっていう感じ。だから日本でなんかどこに行ったらね、みんな嬉しいんだろうっていうところがわかんないなっていう感じ。まあ京都とかそういう普通の観光地に行くのが YouTube 的には受けんのかもしれないけど、まあそういうのは他の人の動画を見ればいいしなとか思っちゃって、なんかね、違うとこ行きたいなっていうのもあるし、っていうのでな、まあ、そりゃ人気 YouTuber にはなれないよねっていう残念な感じでございますね。てったまさん、お気に入りさんはハートも太客ですね。ほんと太客来たって感じな。ありがとうございます。ピヨさん、猫が好きな2つの星ってなんだ？猫が好きな2つの星、煮干し、かつお節、違った。節だった。わかんねえな。お気に入りさん、藤子さんが数年前に言っていた、あまり編集しないでありのままを動画にすると言ってましたが、それがわかりやすくて、見やすくて、親しみと効果を感じるところなのだと思います。あまり編集しないで。ありのままを動画にすると言ってた。言ってたか。
言ってたのかな。てんたまさん、煮干し。てんたまさん、シェイカイっす。てんたまさん、賞金ください。そうだった、そうだった。ね、ピョンさんはてんたまさんに100万円あげるんだったもんね。お気に入りさん、ピョンさん、ズバリ、もう終わってますね。煮干しぴょんさん、小学生レベルでした。あ、そうか、2つの星だから煮干しだけでよかったのか。無理やりもう1個の星を探さなくてよかったんだな。北海道さん、天玉さんに宝くじ、一風を、贈呈します。よしさん、煮干し、なるほど。煮干し、かつお節かと思っちゃったよ。違ったよ。猫、猫、猫でなんかネタ思いつかない。思いつかないな。何があったっけな、今日は。えーっと、だから山手線のさ、なんだっけ、従業員、運転手が、ね、体調不良でっていうか、ちょっと今日のね、出来事的には、っていう、出来事でしたね。あとは今日は月曜だから農協はやってないしな。で、今日はね、松木を、クオカードをもらったんで、クオカード使えるところってあんまないんだよね。で、松木用で使えると思ってさ、そうだ、今日松木用あるから、じゃあそのクオカードを使おうと思って。で、松木用のアプリでさ、くじがあるんだよね。で、そのくじで、一番自分的にいいのは C 賞。C 賞だったら、何でも10%オフだったかな。で、食品の場合は、ポイント10倍かなんかになっちゃうんだけど、にゃんこの用品を買うんでね、C 賞の10%オフがいいんだけど、で、私的には外れなのが B 賞で、B 賞の方が化粧品が15%引きとかなんかそんなやつだったかな。全然私には、恩恵がないやつなので、C 賞が当たってくれればいいんだけどと思ったんだけど、もうね、2回回せんだけどね、それが、もう2回とも外れで、なんかもうさ、クオカードあるけど、ね、クーポン何にもないのかと思って。それがちょっと、がっかりでした、みたいなのが、今日の出来事でございました。北海道さんやった宝くじ。ね、宝くじ1枚ってこと？ 1 枚だけもらっても当たらなかったら。ね、ね。はい。というわけで、本日も大変なではございました。いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。あーでしょうか。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。ねえ、くてよかったね。上がっていけよかったね。明日は、給湯器が治る。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？まだ残ってんのかい？いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。